はい、どうもです。今回はですね、こちら、キナっていう食材ですね。ということでですね、まずはこちら捕獲映像がございますので、そちらからご覧ください。さて、かなり濁った海なんですけども、今日はニュージーランド編でずっと登場してた謎のウニ、キナを取っていこうと思います。どうやら南に行くほどでかくなって、大きいのだと人間の顔ぐらいあるらしいですよ。はい、こんな感じでたくさんいますね。とりあえずでかいのを狙って泳いでいきます。いました。ゲット。で、申し訳ないんですけど、ちょっとこんだけ透明度が悪いんで、まともに映像が撮れていません。これ本当にね、申し訳ないです。で、今度はでかいウニの群れがいたんで、これを一気に3匹取っていきました。こんだけウニ食べ放題って最高じゃない？俺も結構ね、この時めちゃくちゃテンション上がっていました。すげえ。さて、どんどん同じ作業を繰り返していきます。濁りすぎて潜っていってるのかが全然わからないですね。やっと海藻が見えてきました。海藻に隠れてでっかいキナが、これもゲット。もうね、ウニを腹いっぱい食べるっていうのが夢だったんで、もうめちゃめちゃテンションウッキウキですよ。にしてもでかいですよね。僕の手より大きいですからね。さて、海底をまた探していきましょう。いました。ゲット。ということで、かなりの数取れましたんで、これをキッチンに戻って早速料理していきましょう。はい、ということで今日はですね、キナをさばいていくんですけども、今時刻はですね、なんと早朝でございます。はい、ということで今日はですね、キナをさばいていくんですけども、日本だと馴染みのあるラフウニに似てますよね。それとはまた別の種類で、ニュージーランド固有のね、種類みたいなんですけども、漁業権なくても取れるんですけど、漁獲制限があって、50個までしか取っちゃダメだよって書いてあるんですね。50個誰が食べれるんやって思いながら。もうウニ好きの人にとってはもう天国だよね。こんだけウニ取れるってさ、日本だったらウニ買うって言ったら、まあまあな値段するじゃん。それがさ、こんな手に入るって、やばくない？しかもね、あ、痛い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 。痛い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 。見て、でかくない？でかいよね。ほら、俺の拳より全然でかいですからね。めっちゃでかい。10円とか置いたらわかるんじゃないかな。ほら、でかくない？で、今日は何を作っていくかと言いますとですね、実は今ね、早朝です。朝6時ですね。ということで、ウニを使って朝食を作っていきます。ニュージーランドの人にね、作り方を聞きましたんで、それをね、やっていきます。というわけで、早速、観察していきましょう。こちらがね、全体像です。重さはね、だいたい 800g ぐらいありそうな感じですね。めっちゃくちゃ重いです。今反対側にしたんですけど、この真ん中の部分に口があって、ここから海藻を食べて、生きてる時はこっちが上にあるんですけど、ここにね、肛門があってね、ここからうんこします。よく見るとね、灰色をした大きいトゲと、白っぽいちっちゃいトゲの2つで構成されてますね。黒い方のトゲがね、ちょっと痛いです。ただ結構針が太いんで、普通に触ってる限り手に触るってことはないですね。ということで早速、調理していきましょう。で、まず、ウニをさばく前にですね、こちら、塩水を作っておきます。ウニは真水に触れさせるとすぐ身が溶けちゃいますからね。はい、そしたらウニをさばいていきましょう。まずこれ口があるんで、口を硬くて切れないわ。諦めた。中身ほぼ水ですね。おー、口が取れました。見て、すんげえうまそうな身が顔を覗かせてるんだけど。やばい、取れてしまった。でかすぎない？でかっ。スプーンで取っていきましょうか。あ、スプーンだとうまく取れるな。ちょっと外れるのかな。やばいです、皆さん。この大きさ伝わるかな？最高じゃん。さて、ひたすら割っていきましょうか。これやばくない？一つ食べようかな。こんなん絶対うまいやろ。食べてみましょう。
とりあえず剥いていきます。やったことある人はわかると思うんですけど、ウニ剥くのってめちゃくちゃ大変なんですよ。こんなに取ってしまったことをね、もうね、この時めちゃくちゃ後悔しました。しかもめちゃめちゃ味悪いし、なんだこのウニ、本当に。しかもウニが食べれるってもうルンルンで、朝5時半に起きてから撮影の準備してますからね。少し機嫌が悪くなっております、マサルは。はい、そしたら剥き終わりました。すっごい量ですよ、皆さん。で、さっき食べたのは、ウニの黒い汁がついてたから、その黒い汁明らかに臭そうじゃん。その臭さが、残ってたのかなということで、今度は美味しいんじゃないかというところにかけていきます。そしたら水分を取っていきましょう。優しく取り上げて、水分を切っていきます。見た目めっちゃ美味しそうなんですよね。なんか黄色いやつは美味しそうなんで、もう黄色いやつにかけることにしました。はい、そしたらですね、これだけのウニが取れ出せました。すごい量ですね。大きさはね、こんな感じです。これ日本で買ったら、この量だったら7000円ぐらいしそうじゃない？いや、もっとするんじゃないかな。はい、それでは下処理が終わりました。今テンションがだだ下がりなんですけども、今日はですね、キナオントーストというものを作っていきます。そのままですけどね、トーストの上にウニを乗っけた料理、それをね、作っていきます。ということで、今日は食パンを用意しました。食パンの量がでかいんよ。どうやって食べきるんこれ。これが一番小さいサイズでした。はい、そしたらオーブンにパンを敷いて、この中で焼いていきましょう。これ便利やな。欲しいな。はい、そしたら焼けましたんで、バターを塗っていきましょう。今回の旅はバターばっかりですね。もう一回焼こう。はい、ということで焼けました。まず半分に切ってですね、キナオントーストどうやって作るかと言いますと、こっちの方にね、今剥いたウニがありますね。このウニを一つかみ、そして乗せる。完成です。これがキナオントーストですね。はい、それでは完成しました。いただきます。これね、動画で見てたら、オーマイゴーって言ってみんな食べたら作ってみたんですけど、これ美味しいのかな。いただきます。合わない。全然合わないですね。同じ作り方してるんで多分同じ味だと思うんですけど、ウニ自体がかなり苦いし水っぽいんで、パンの味と合わさってすごいケミカルな味になってますね。バタートーストがうめえ。はい、そしたらこのマサルの黒糖醤油を使って食べていきましょう。やっぱ醤油が一番よ、ウニなんて。フォークでね、ちゃんと食レポしよう。まずいな。もう正直に言います。まずいです。日本のウニと全く違います。もうこっちはもうウニ取り放題でパラダイスやなって思ったんですけど、まずいです。めっちゃ美味しくない。まずね、身が噛んだらね、なんかもう溶けてくような食感もなんか変な感じだし、あとね、サポミがあるわ。これサポニンの味がめっちゃする。口の中に広がるえぐみ、これがね、えげつないですね。サポニンはですね、水に溶ける物質なんで、しばらく塩水とかに浸しといたら味が変わるのかもしれないですね。旨味みたいなものももうないですね。私もですね、たくさん変なもの食べてきてますから、こういうね、まずい食材も対策完璧です。鼻つまんで食えばこういうのも食えるから。苦くて臭くて渋くて食感が悪いぐらいで、俺が食うの諦めると思うなよ、このウニめ。それではごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しそうだったし、食べれるって聞いたから今日の朝食をすごく楽しみにしてたんですけど、最悪ですね。結構俺の嫌いな味ですね。例えるんやったら人手みたいな味ですね。人手系の味です。俺は人手が好きじゃないです。人手食わないけどね、普通。もうウニっていうよりは人手って感じということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。
それでは、実はですね、漁師の夜明けの公式 LINE があるんですけども、友達追加してくれるだけで、毎月23日抽選5名様の方がプレゼントをもらえます。本当にね、友達追加するだけなんでね、皆さんね、ぜひね、追加してみてください。それでは、